皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回も青島アンバサダーとしての活動で手持ちのキットからスカイラインジャパン後期をチョイス。ゴリゴリ仕様のボックスアートがお正月しか制作しちゃダメよと言っている気がして制作を躊躇していましたが、せっかくのアンバサダーで青島を代表するキットでもあるこのジャパンを思いっきりアピールしたいとの思いで制作をしていきます。まずはジャパン後期がどんな車なのかパッケージとともにご紹介です。爆発的人気となったケンメリスカイラインの販売終了後、1977年8月に日産から発売された5代目スカイライン。日本の風土が生んだ名車スカイラインジャパンというキャッチコピーから通称名ジャパンと呼ばれました。ボディバリエーションは4ドアセダン、2ドアハードトップおよびバンの3系列を設定し、セダンおよびハードトップには直列6気筒エンジン搭載車と直列4気筒エンジン搭載車が用意されました。販売開始からわずか2年後の1979年マイナーチェンジにより後期型へ移行され、フロントフェイスが丸目4灯から角目2灯となり、エンジンもターボを追加。日産はこの DOHC エンジンではなかったジャパンの販売で、トヨタのセリカから名ばかりの GT たちは道を開けると挑発を受けていましたが、後期モデルでターボエンジンを追加したことにより、今スカイラインを追う者は誰かというキャッチコピーでターボモデルがなかったセリカを逆に挑発。排ガス規制が時代背景にある中、コスト低減なども叫ばれる時代にライバルと競い合い、エンジン走りともに研ぎ澄まされ、限定車や特別仕様車も多く販売。西部警察にも後期型ジャパンが採用されるなどし、お茶の間の人気もあってか、後の30スカイラインや32スカイラインよりも売れた車です。早速まずは仮組みから参りましょう。キットは青島から販売されていた旧車界チキチキレーシングシリーズで、現在のグラチャンシリーズの前身となったシリーズです。ボディはおそらく旧今井製のもので、以前製作した前期型と同じかと思います。このシリーズ最大の特徴として挙げられるのが、ハの字で完成させることができるパーツがパッケージされていることでしょうか。そのパーツを駆使して仮組みを行っていきます。ウィンドウはサイドがカットされており、パーツ同士の合いが悪いので、この時点で2分割に。インテリアは高さも大きさもバッチリですので、問題なく組み上げられそうです。ダッシュボードはボディへ取り付けるタイプ。ハの字にできるパーツはホイール取り付け部分が斜めになっている機構で、組むだけで簡単にとんでもないハの字になる仕組み。このシリーズよりもっと前のシリーズからリアのシャフトが2分割され、ゴムでつなぎハの字にするといった仕組みがありましたが、そんなの比じゃありません。仮で組んだ姿はゴリゴリのハの字で迫力満点。パッケージにはノーマルでも組み上げることができるようにそれぞれパーツが入っているので、そちらでも組み上げてみました。結果青島の製作方向とは異なりますが、僕の好みはノーマルスタイル寄りですので、若干車高を落としたマイルドチューン仕様で仕上げていきたいと思います。早速ボディの調整から。気になった点は2点。フロントのタイヤハウスが大きすぎることとサーフィンラインが控えめなこと、この点を改善していきます。まずはタイヤハウス問題から。幅が広すぎるのでフェンダー裏面からプラ板をカットしたものを取り付け、大まかにカット。次にシアノンを流し込み、アルテコの硬化促進スプレーで即硬化。そしたらリューターで形を整え、ペーパーヤスリで最終調整です。
モールドをしっかり延長するなどし、形を整えていきました。リアサイドのサーフィンラインは控えめなので、ペーパーヤスリで彫りを深くし強調。他にはボディ全体のエッジを出したかったので、ペーパーヤスリで調整したり、キーシリンダーは配給パーツのマイナスモールドに乾燥するので、0.6mm のピンバイスで穴を開けておきました。ボディ側のフェンダーミラーとリスケーブが盛り上がっているので、そちらもペーパーヤスリでフラットにし調整完了です。次に筋彫りを行っていきます。使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで、刃は 0.15mm と 0.2mm を使い分けています。用途としては 0.15mm の刃は全体的な使用、0.2mm の刃はドアやボンネットなどの開閉部分に使用しています。リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対し筋を入れておかないと、塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまい、シャープさが欠けてしまうので、しっかり丁寧に彫っていきます。といっても筋を深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれ3から5往復を目安に、なおかつボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は他の部分との差を明確につけるため、 0.2mm の調光ブレードを使い太めのラインにし、リアルさを意識しながら丁寧に彫っていきます。続いて画像の赤矢印部分のパーティングラインを削る作業となります。模型メーカーがプラモデルを製造する過程で金型同士を合わせてパーツを成形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインやバリですが、これを消すのと消さないのでは仕上がりに大きく影響してきます。パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り実際に指で触ってみること。カーモデルの場合はボディを真上から見た際、左右対称的に縦にラインが入っていることが多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです。作業手順としては320番のタミヤのペーパーヤスリで水をつけながら削り取り除いていきますが、取り除く際の注意点として実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます。320番で取り除いたら、ヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます。続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのエボサフグレーを拭いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業。パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリの跡が残った場合は必ずサーフェーサーを拭いて、本塗装の前に各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるかということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の鏡面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、鏡面仕上げの作業時間を短縮でき、結果的には効率が上がります。吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き捨てます。サーフェーサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。